黒ずきんの目次へようこそ。マスターデュエルにて新たにマドルチェの新規3種が実装されました。これにより、やや貧弱だった先行での制圧力が格段にアップしたほか、マドルチェ最大の弱点である手数の少なさが多少ではありますが補完されました。これからマドルチェを触るよという人へ向けて、必要な情報をすべて網羅したマドルチェの教科書を開きました。マドルチェを一から覚えるにあたって非常に充実した内容に仕上がっているだけでなく、マドルチェがより楽しくなる一冊となっています。またこれら3種の新規についてより詳細に解説したお話を動画説明欄リンクに載せております。ぜひ覗いてみてね。目次です。2章立てにてお送りします。タイムテーブルは動画説明欄から。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。第1章構築の紹介。メインデッキの初動札や展開ルートの大元が変わったわけではないため、構築自体に大きな変化はありません。では早速新規カードについて見ていきましょう。ランク5のクイーンマドルチェティアラフレースは、クイーンマドルチェティアラミスに重ねてエクシーズ召喚することができ、自分ターンにしかできなかったティアラミスのデッキバウンスを彼女自身の効果でなんと相手ターンに行うことができます。相手ターン限定ではありますが、フリーチェーンの2枚デッキバウンスは非常に強力で、グラスフレ以上にティアラミスを最終盤面に残したいです。トラップカードのマドルチェデセールは、マドルチェ版ドラゴンメイドのお片付けともいえる効果で、マドルチェを含む効果モンスター2体を手札バウンスします。これまでのマドルチェでは、シャトー、サロン、プロムナードに触りさえすれば、他に構えたい魔法罠がこれと言ってありませんでしたが、追加で1妨害構えられるこのカードはその新たなアクセス先となります。また手札バウンスした後、それらモンスターの攻撃力の合計以下の攻撃力を持つマドルチェをデッキエクストラから SS することができるため、展開が止まった場合であっても次の自分ターンの初動を確保できるというプロムナードに似た役割を持つことができます。余談ですが、ティアラフレーズのデッキバウンス効果にはティアラミス同様名称位置がないため、デセールで出してもう一妨害といきたいところですが、デセールやプロムナードの妨害効果と墓地で発動するエクシーズ素材付与効果はいずれか片方しか使うことができません。そのため妨害を作りたい場合、効果の発動にエクシーズ素材を要求するティアラフレースではなく、条件を満たせばエクシーズ素材がなくとも墓地メタのできるグラスフレを基本的には出すことになります。そして今回の目玉、リンク3のミニャーマドルチェニャカロンは、丸1効果により、リンク召喚時にマドルチェカードを何でもサーチできます。そして丸2効果により、墓地のモンスターをデッキに戻すことで、手札のマドルチェを SS することができます。つまり丸1効果と組み合わせれば、サーチしたマドルチェを丸2効果で場に出力することができるわけです。これがすごく大事で、例えばマドルチェ初動が止まってしまった場合でも、召喚券を使わずに2個分のリンク値さえ用意できれば、ニャカロンの召喚条件がマドルチェモンスターを含む効果モンスター2体のため、この子をリンク召喚して貫通できるようになりました。丸1効果のサーチはマドルチェカードなら何でもいいので、妨害が飛んでこなければサロンやシャトーを持ってくる余裕が生まれますし、加えて丸2効果により、グラスフレの墓地バウンスを使った後でもサロンなどを起動できます。一本道の展開しかできなかったこのデッキでしたが、ニャカロンの登場はマドルチェの展開に大きな影響をもたらしました。新規マドルチェの紹介はこれくらいに、召喚券を使わずにリンク2を立てるギミックとして今回、ベーゴマックスを起用しています。ノイズを1枚抱える必要がありますが、マドルチェモンスターを引き出なくても、ミッシング X セイバーインボーカーからメッセンジェラートを出力し、適当なモンスターを1体召喚することで、無理やりニャカロンにつなげられるのが偉いです。
マスターデュエル未実装のデモンスミス出張などでも、リンク値2個分、またはそれ以上を出力することができますが、ギミックが止められた場合でも、この後マドルチェから展開を通していけるように、ベーゴマックスのように墓地にモンスターを肥やさない出張が望ましいです。デモンスミス同様今回は実装されませんでしたが、近いうちに来るであろう1000年も墓地にモンスターを肥やすことなく、リンク2から3を立てられる汎用テーマなのでおすすめです。ベーゴマックスも1000年も自分を展開しつつ苗と霞の春化粧の手札コストを確保してくれるのがポイントで、かつ光1風属性用手札誘発であるドミナスパージと喧嘩することがありません。こちらも近いうちに実装されることでしょう。春化粧の枠について、マドルチェが春化粧のコストを用意しつつ展開できるテーマでない以上、上振れ札だと思っているので、苗と霞の春化粧以外は切っています。ですが、岡留吹きの春化粧や森と目覚めの春化粧まで採用した構築も多く実績を残しているため、こちらはお好みです。それでは実際の展開を見ていきましょう。第2章展開の紹介。まずは最も展開が伸びるマジョレーヌ書道の展開。2体目のメッセンジラートが出てくるところまではこれまで通りです。マジョレーヌを使ってグラスフレをエクシーズ召喚したら、残った3体でニャカロンをリンク召喚。この段階でデッキのメッセンジラートを2体使ってしまっているため、うち1体は墓地に送ることで使い回す必要があります。ニャカロンリンク召喚時のサーチ効果にチェーンして、グラスフレの効果を起動し、墓地に送ったメッセンジラートを回収。ニャカロンからはマジョレーヌをサーチします。ニャカロンの効果で回収したメッセンジラートを SS して墓地のモンスターを回収。メッセンジラートで2枚目の罠をサーチしましょう。最後に余ったレベル 4×2 でティアラミス。ティアラフレースをエクシーズ召喚してターンエンド。最終盤面はティアラフレース、プロムナード、デセールの計3妨害プラスグラスフレの墓地バウンス。チケットがあればシスタルトを盤面に残すことができるのですが、デセールで相手ターンに出力できるため今回は不採用です。次にプティンセスール書道の展開。プティンセスールとエンジェリー書道の場合、マジョレーヌ同様の展開をしてしまうと、レベル4が1体足りない都合、最後にティアラフレースを出すことができなくなるため一工夫必要です。メッセンジラートを3枚にすれば解決するのですが、ノイズを増やしたくないのでこちらの展開を推奨します。ここから分岐です。ホットケーキとメッセンジラートで先にシスタルトをリンク召喚。砂糖の効果で墓地のマドルチェをデッキに戻します。
この流れを組み込むことで、メッセンジェラートが1枚デッキに戻るため、3枚体制同様の動きができます。この時点で獣族マドルチェが場に存在しないため、ショコアラモードからメッセンジェラートを出さず、一旦エンジェリーを挟みましょう。エンジェリーを残しつつニャカロンを展開し、場に獣族マドルチェを供給します。プティンセスール書道の場合、召喚権が余っているので、それを使って2体目のマジョレームを召喚し、2体目のメッセンジェラートをサーチ。ニャカロンで手札のメッセンジェラートを SS したら、サロンと合わせて2枚の罠を構えつつ、ディアラフレースへとつなげます。最終盤面はティアラフレース、プロムナード、デセールの計3妨害プラスグラスフレの墓地バウンス。手札に回収できるマドルチェは少し減りますが、マジョレーヌ書道同様の盤面を作ることができました。最後にエンジェリー書道の展開。途中まではプティンセスール書道と同じですが、展開序盤にグラスフレの効果で墓地にモンスターを増やさないようにしてください。こうしておくことで、ショコアラモードのエクシーズ素材を温存でき、リクルート効果をフルに使えるようになります。ここから分岐です。プティンセスール書道同様、場に獣族マドルチがいないので、メッセンジェラート以外をリクルートしますが、今回エンジェリーの効果は使用済みなので適当にリクルートしておきます。ショコアラモードはあと1回リクルート効果を使えるので、彼女を残しつつニャカロンをリンク召喚。ニャカロンのリンク召喚時効果からはメッセンジェラートをサーチし、続けて手札から SS。この時、シャトーがあるからといって手札に回収してしまうと、ショコアラモードの効果が起動しない点に注意。ショコアラモードの効果チェーン1、メッセンジェラートの SS 時効果チェーン2で、罠をサーチしてから2体目のメッセンジェラートをリクルート。メッセンジェラートがタイミングを逃さないようチェーンの組み方に注意。最終盤面はティアラフレース、プロムナード、デセールの計3妨害。グラスフレやサロンには触れていませんが、無事すべての初動から3妨害を構えることができました。グラスフレはデセールを使って出しましょう。実際に紙の方で使ってみての感想ですが、肝心のニャカロンがリンク3なこともあり、相変わらず妨害をもらうのはきついです。ですが、構築や展開次第ではある程度のケアは効くようになりましたし、展開が通った際のポテンシャルの高さは依然ピカイチです。それでは次回の黒ずきんの目次でお会いしましょう。